今日はデイビッドさんに日常点検を実施してもらいながら注意点などを説明していきたいと思います。デイビッドさん、頑張りますまずはじめにエンジンルームの点検をします。エンジンはとっても暑いので必ずオフで冷えている状態で行ってください。ボンネットを開ける場所はこの車の場合はこちらにあります。開けてください。今回はバッテリー液が飛んでしまったりボディに傷が入ってしまったりするといけないので、こちらをつけさせていただきます。ウォッシャー液から点検していきましょう。ウォッシャー液の量はタンクの液量の位置を見て確認します。量が足りない場合はウォッシャー液を足してください。特にレベル表示がなければ満タンまで入れて大丈夫です。ブレーキオイルはこのようにタンクにアッパーラインとローラインが入っていますので、ブレーキ液がしっかりと範囲に入っていることを確認してください。もし液量がローラインを下回っていたらオイル漏れやブレーキパッドの摩耗の可能性もありますので、安易に補充せず整備士に確認してもらいましょう。バッテリーはバッテリー液を補充するタイプとバッテリー液を補充しないタイプの2種類があります。補充できるタイプはこのようにアッパーラインとローラインがありますので、液量がしっかりと範囲に入っていることを確認してください。液を補充しないタイプは状態チェック用のインジケーターがついていますので、ここから確認をしてください。バッテリーホルダーまたは車両を揺することで液面を確認することができます。見づらい場合はライトを使って裏側から照らすと確認しやすくなります。補充するのは蒸留水ですが、バッテリーの中に入っている液は腐食性の強い液体になりますので、服や体、車のボディなどに付着しないように気をつけて補充してください。それからアッパーレベル以上の補充をすると走行中に液が漏れてしまいボディが錆びる恐れがありますので、アッパーレベル以上には入れないように注意してください。冷却水はこのようにリザーバータンクにアッパーラインとローラインが入っていますので、冷却水がしっかりと範囲に入っていることを確認してください。エンジンオイルはこちらのレベルゲージを使って確認します。タオルなどを片手に持ち、レベルゲージを引き抜いてください。引き抜いたら一度タオルで拭き取り、再度挿入します。その後再度引き抜き、このようにレベルゲージのマークの間にオイルが付着していることを確認してください。また色も確認していただき、真っ黒になっていないか確認してください。その後挿入し、元の位置まで押し込みます。オイルは汚れだけでは判断が難しいので、前回の交換から走行距離なども参考に判断してください。ところでデイビッドさん、メーターの中にあるこのランプ、何かわかりますか？オイルの警告灯ですね。オイルが入っていない時などに点灯するんでしたっけ？惜しいです。確かにオイルが全く入っていない時にも点灯しますが、これは油圧警告灯といってエンジンオイルの油圧が低くなった時に点灯する警告灯です。オイルが少なくなったことをお知らせするランプではありませんので、これが点灯したまま走行するとエンジンが故障する恐れがありますので、すぐに安全な場所に停車し、エンジンを止めてサービス工場にご連絡ください。タイヤの空気圧点検はタイヤの接地部のたわみを見て空気圧が不足していないか確認します。市販のタイヤプレッシャーゲージで確認するのも有効です。また目視でタイヤの残量の確認や側面、接地面に亀裂や損傷がないかチェックします。この時タイヤが片側だけ減っている変摩耗にも注意してチェックしましょう。確かタイヤの摩耗限度はスリップサインでわかるんですよね。そうです。スリップサインはタイヤ側面の三角のマークの位置にありますので、摩耗限度になる前に交換をお勧めします。ちなみにスタッドレスタイヤには2種類のスリップサインがあり、片方はスタッドレスタイヤとしての使用限度、もう一つは夏用タイヤと同様の使用限度になります。あれ？ここのタイヤは少しへこんでる気がします。1本だけ空気圧が低い場合はタイヤのパンクや損傷がないか確認しましょう。また損傷がある場合や空気圧が低いまま走行するのは大変危険なので、スペアタイヤに交換するか、タイヤパンク修理キットで応急修理後にサービス工場に点検を依頼してください。タイヤの空気圧はどれぐらいの頻度で点検した方がいいですか？
タイヤの空気が不足するとバーストの危険性や燃費にも影響が出るので、月に1回は確認してください。適正空気圧は運転席ドアを開けたところに書いてありますので、調整する場合はこの基準値に合わせてください。レンズ・ランプの点検です。レンズに傷やひびが入っていないか確認しましょう。次に透過装置がすべて点灯するか、このように確認します。いきます。スモール、はい。ロー、はい。はい、はい。右のウインカー、はい。左のウインカはい。ー、ハザード、はい。ブレーキランプは補助者にブレーキを踏んでもらって確認しましょう。いきます。スモール、はい。ブレーキ、はい。右のウインカはい。ー、左のウインカはい。ー、ハザード、はい。バック。はい。運転席で確認する装置点検は運転席に座って確認します。ブレーキペダルのチェックはこのようにいっぱいに踏み込んだ時にいつもと床板との隙間が変わらないか確認します。パーキングブレーキはレバー式とペダル式がありますが、普段使っている強さで引く、または踏み込んだ時にいつもと違いがないことを確認してください。ウィンドウォッシャーの噴霧確認は運転席にあるレバーを引いた時にしっかりとフロントガラスに噴霧されていることを確認してください。またワイパーの拭き取り状態も確認します。エンジンの始動点検はエンジンがスムーズにかかることを確認してください。エンジン始動後は異常な振動や異音が発生していないことを確認しましょう。エンジンの回転数がついているメーターであれば回転が安定しているか確認できます。また走行した時にペダルを踏み込んだ際の加速がスムーズにできるかも確認しましょう。以上で日常点検の説明は終了です。デイビッドさん、実際やってみてどうでしたか？点検の実施方法は分かりましたが、問題があった場合の判断や対処方法が難しいですね。そうですね。判断が難しい場合は遠慮なく私たちにご相談ください。片岡さん、説明ありがとうございました。お疲れ様でした。点検を怠るとこのような重大事故につながる恐れがありますので、ぜひ定期的に点検を実施していただければと思います。今日はご覧いただきありがとうございました。